根カンフー武術学院の総教練真鍋岳山でございます。本日は、少年党解説シリーズその27ということでございまして、ついにやってきましたボンサオ、これのパート3でございます。後編ということで、前編中編、今回が後編でございます。今回で終了にさせていただきたいと思いますが、また続くようでしたら、パート4ということになるかもしれません。よろしくどうぞお願い申し上げます。1回目はボンさんのセオリーについてお話しさせていただきました。それで、パート2中編の方ではちょっとしたコツというものをお話しさせていただきました。今回はですね、ボンサオの発展過程と現実に即したボンサオということをお知らせしたいと思います。ですね、ボンサオっていうのはですね、基本的に下段払いから発展して最終的に上段の腕の攻撃まで、使用できるようになっていったというふうに解釈してください。最初はですね、中段への攻撃、ボディストレートですね。ボディストレートみたいなものに対してボンですから、木人のジョンサーが上に2本で中段に1本ありますね。この1本に対してボン、中段突きをボンで、永春拳以外になりますとローキックもしくは下段への攻撃に対してボンサーというので防御いたします。古事復古拳の中でこんな技出てまいります。これもボンサオでございます。ボンサオの原型でございますね。ですからボンサオは、中段もしくは下段に対してやってくる攻撃、これは蹴りかもしれませんし、突きかもしれませんが、おへそぐらい、みぞおちからおへそよりちょっと下とかおへそより下ぐらいを攻撃しているものに対してこういう感じで、これはそうなるとまた長距タイマーになります。歩幅はこう広くですね。ほんでこんな感じ、この手首変える場合があります。こんな感じでこうすくうよりこんな感じのボンサオの原型でございますね。これは古事復古拳の中にも技術として出てまいります。でも後拳の場合ですね、ボンサオを用いて中段まではするかもしれませんが、上段の攻撃まで、顔を目標とした攻撃まで防御するということはありません。それはまた他の防御法になるわけです。永春拳の場合はですね、このボンサオが発展したんですね。ですから単強ですから、ボンサオで足というようなことはあんまりありません。自分で腰を折ってする技がありませんからね、伝ってるわけですから、そういうの中から出てくる下段ボンサオというのは、単強ですしありませんが、まずこれ中段なんですね。イップマンとかがやってた頃のボンサオといいますは、基本中段に対して、高くて胸できたらみぞおちに対するボンサオでございます。ですから木人とか上の2本あるジョンサオ、こので真ん中に1本この木人でもこうボンサオしますね。こう下がってるんですね。ポイント当たって
れないんですよね。こんな感じですから、中段への攻撃をボンサをする。ですからイップマンの時代でしたら、やっぱりボンサオっていうのは基本中段への防御であったと思われます。これがどんどん発展してきまして、顔への攻撃に対してボンサをするようになってくるわけでございます。ボンサを上段で受けるためにはですね、きっちりとひねらなければならないということですね。こう中段へのボンサを、下段へのボンサってね、そんなにひねらなくてもよかった。下段でしたらこれでもよかったんです。でセオリー通りきっちりやらないと上段を受けられないということになるわけですね。中段へのボンサ、こんな下がるようなボンサ、イップマンの動画、黙人やってる動画見たことある人はありますが、イップマンの中はこんなのなんですね。これ下がってる、ここら辺がヒットポイントだから、みぞおちです。もうこんな感じ。これでしたら相手の方に向けなくてもいいんですけど、上段の方は確実に相手の方を向けないといけないです。ほんでパンチがやってきた時にきっちりと前方の方に圧がかかるかどうか、それがボンサオとしての肝心なところになるんだと思います。それとですね、一番大事なことは、相手のパンチがやってきた時に最終的にひねりの力がパッと出るかどうか、これが大事。ひねってない人が多いんですよ。ひねってないと結局ランサーになるわけでしょ。このランサー、これで受けてるもんですから、これ一番骨がコンコン硬いところに当たりますから、これはこっち側が内身になったりして怪我しますね。それは注意してください。相手のパンチというのを少々でも無力化させないと、それをひねることによって無力化させます。ひねりが足らないやつ、これが一番ダメなんです。注意していただきたいと思います。はい、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。